はい、こんにちは、ソゼンです。今日は先日リリースしましたやまびこフューチャリングやまびこ保育園、まさかの保育園とのコラボレーションということで、なかなかできない体験を、してきたんですけど、今日はその楽曲のねプロジェクト画面を皆さんと共有できたらなと思います。今日はちょっとテストでZoom の H5、やまびこ保育園に行った時にもメインで使ってた、マイクなんですけど、キャノンが2本刺さるので今回はこれで、僕の声を収録してみてます。まずそうですね、事の始まりは、僕が、参加しているクリーミーというオンラインサロンがあるんですけど、そこにやまびこ保育園さんの園長先生がおられたということで、なんかその園児と僕らクリエイター、音楽を作る人で、もう一人は絵を描く画家の僕とずっと親しくしている隼人さんという方がいるんですけど、主にはこの2人で幼稚園児たちと交流をしていくというか、隼人さんは実際にはその園児たちと絵を描いて、で僕は園児たちと音楽を作るっていう、ざっとした説明で言うとそういう感じになるんですけど、その中で僕が Zoom の H5 でレコーディングした、実際には先にねこういうマイクを、これは XY マイクになるのかな、これをつけてレコーディングしたんですけど、それで園児たちの声だったり、なんかこう太鼓を叩いたりする音だったりとか、そういうのをいろいろとって実際にこういう楽曲に最後仕上げたというような感じです。何はともあれ元気な幼稚園児の声がねやっぱ入ってないとあれなので、こういうようなこれいいよね。これこの保育園が1園と2園であって、ちょうどこの音声は2園で撮った音声になるのかな。元気な2歳児とか3歳児とかかな。大きくても3歳児の子とかがしかいない。で、先頭から流していくと、なんかこういうサウンドになるんですけど、これが、ざっとした作り方で言うと、オペレーターとかのサイン波、ポリフォニックで、2音以上発音しないようにして、で、それに対して、ポルタメントをめちゃめちゃ深くかけてあげたと。で、それを、いわばバウンシーノート、エイブルトン11から追加されたバウンシーノートっていう、エフェクトを使って、ランダムにメロディーを弾いたと。で、それを、一度もうオーディオにして使いたいところをちょん切ってあげたと。で、なってるのがこういうサウンドですね。これが最初にバンとなってますね。僕がずっと使ってるピアノが、僕はスピットファイアのオリジナルシリーズですかね。これはシネマティックソフトピアノですね。ファイアウッドのピアノも楽曲によっては使ったり、使い分けたりしてる感じですね。あんまり僕硬いピアノを楽曲の中で使うことがないので、それが僕の今はある意味キャラクターになってるのかなと思います。こういった、よく使うようなパッドサウンドとボーカルチョップ。ただこのボーカルチョップが制作の後半で入れようってなったやつ、ちょっとあまりにメロディー感が少なかったので、これから何か起こるんちゃうっていうような感じを思わせるボーカルを入れてみました。で、フルオーケストラが鳴ってると。ここなんですけど、ちょっとやっぱ元気なはしゃぐ園児たちを表現するにはどうしようっていうので、王道ではあるんですけど、プルック系の音源を使ってみました。結構僕はエクスパンド2に頼ることが多いので、これはエクスパンド2のプルック系の音だったかな。これはこっちが言えばオーガニック系のプルックサウンドで、上がプロフェットですね。こ
れを織り交ぜて使ってるような感じですね。でベースと。結構もう思い切ってオーディオに書き出してしまうことが多いですね。そっちの方が面白いサウンドメイキングにたどり着きやすいって言ったらいいのかな。なんかこうミディで置いとくよりはもうオーディオにしてしまった方がいろんな意味で、いい意味でも悪い意味でも諦めがつくので、そこからのエディットを楽しむことができるっていう。で、なんて言うんだろう、エイブルトンのすごいところって、これ他の DAW でもできるとは思うんですけど、例えばこのトラックをオーディオ化するってなった時に、これミディは残しておきたい。このトラックは残しておきたいってなるとするじゃないですか。そしたら、これって単純にこっち持ってこれるんですよね。そう。で、これ、いわばプロジェクトがもう一個作成されたんですけど、これが面白いのが、こうやってドラッグ&ドロップすれば持ってくれるんですよね。だからとりあえずオーディオにしたいけど、ミディとかそういうデータは残しておきたい。後でもしかしたら音色の手直しをするかもしれないってなった時に、こういう風に戻れるので、これがやっぱりできるのがすごい僕はライブの強いところかなと思います。で、はい。これがね、また結構この曲を作る序盤でできた音であんまりどんな音やったか覚えてないんですよね。ただ、このトラックを確かフリーズして向こうに持ってきてたかなと思います。この音は何かっていうと、エフェクトを全部切ると、っていうことで、園児たちが箱をポコ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 叩いてる音なんですよね。で、原音はここに入ってますね。最初の。そう、みんながこう箱を叩いたり、太鼓、手作りの太鼓を叩いてるところなんですけど、それを割ともう無理やりクオンタイズしてしまって、それを切って貼ってしてあげてる感じですね。で、それに対して EQ でピークを作って、で、これは、カーパスっていう名前でいいんですかね。皆さんもう死ぬほど使われてると思うんですけど、金属的なサウンドを追加して、コンプで叩いて EQ でいらないとこ削って、ポータルで最後もうこれはあれですね、刺してるだけになってるんですけど、これでコロコロさせて EQ で整えてと。ここの楽曲のキーに合わせて EQ のピークを作ってるので、そこからオクターブの移動がポータルでやってくれるので、ちょっとメロディックにも聞こえるのかなっていうところで、パーカッションとして使ってますと。で、よくありがちなね、クラップをパチパチやって、キックと。で、フィルが、ここら辺はループを切って貼ってしてるだけなので何でもないんですけど、結構こう、パーカッションだったりとか、音階のないサウンドから、ああいう音階のある音を作るっていうのが最近ハマっているんですかね。この楽曲ではこういった形で使ってますと。ここら辺も、基本的にはポータルだったりのグラニュラー系のエフェクトでディレイ効果を持たせてあげたりとか、これも元の音源はエクスパンド2のサウンドになってますね。上からピアノ、エレピ系ですね。エレピ系のサウンドとギターのミュートですね。とパッド系のサウンドと、これ X ホールのワンショットのなんかサウンドですね。書き出したやつを。で、もう全部エクスパンド。これ大好き。はい。ここら辺からは幼稚園児の声をチョップしたサウンドがね、入ってきますね。
で、メインで鳴ってるシンセがもう単純にオペレーターですね。リズム系統がこういう感じでなってますね。やったーとかね、すごい可愛いですよね。で、確かここで先生方がね、保育園の先生方が3、2、1ってこうカウントダウンしてたやつを無理やりタイミングを合わせて無理やりフェードでつないでつなげてあげてる感じですね。で、こっからはもう割と前で説明したサウンドが全部鳴ってくるっていうような感じですね。ただ、後半になってサブベースが、ずっとサスティーンで伸びるような感じになったっていうところですね。で、スタップ系のサウンド、これも園児の声、園児にじゃあーって言ってみてとか、なんかうーって言ってみてっていうのをサンプリングしたやつをめちゃめちゃ歪ましてスタップとして使う感じですね。何気にこれはあれですね。まあ正味何でもいいと思うんですけど、僕は、ロジックプロのホワイトノイズをわざわざ書き出してサンプルとして使ってるんですよね。まあこういうフルート系だったり、こういうボーカル系のものをたくさんレイヤーしてるような感じですね。ドラム関係の処理はもう本当にあるあると言いますか、まあキックのサンプルがあって、ドラムバスでガツンと持ち上げ、でサタンで欲しいところサチュレーションかけてあげて EQ で最終処理をしてるような感じですね。まあこういうサタンみたいなマルチバンドディストーション、マルチバンドサチュレーション系のプラグインって、まあこうローってやっぱりサチュレーションかけるとローの成分がどんどん減っていっちゃうので、まあこういう風にしてあげればローはしっかり残りながらもキックを前に出したりとかすることができるので、僕はすごいサタンは死ぬほど使ってますね。あとはこれはグリッチ系のパーカッションですね。ともう909のハイハットですね。これエイブルトン純正です。意外とこうやって解説してみるとそんなになんかやってることがあるってわけでもないですね。あとはなんか普段使わないシンセを使おうと思って、まあ無理やりなんですけど、もうマッシブ10をマッシブ10をここでマッシブ10じゃなくて良くないっていう音なんですけど、持ってる以上ね使ってあげないとかわいそうなので、という感じで、以上やまびこのプロジェクト画面の全貌になっております。僕はちなみに、ダッキングには、ゲートキーパーを使ってますね。なんて言うんだろうな、小難しいことをしてるわけではないので、もうただ単純にちょん切ってサンプルペタペタ貼ってるだけだよっていう感じですね。はい。ただちょっとね、残念なのが、これやまびこをリリースする前にガンダプージャっていうグリッチ系の楽曲をリリースしたんですけど、そっちの楽曲の方がちょっと再生数が回ってしまうっていうことで、やまびこが全然再生数回ってないっていうすごい悲しいことになっちゃってるので、僕としてはやまびこの方をね、もっと聞いていただきたいので、ぜひ皆さんいっぱいやまびこを聞いてあげてください。もう楽曲解説しかやることがないですよね。
音楽、音楽系はどうなんだろう。なんかありますかね。音楽家らしい面白い企画って。もしあったらコメント欄でお待ちしてます。さよなら。